基本そのなんていうか欧米の照明っていうのはそういうふうに複数のその違った照明器具を組み合わせて、お部屋を作るっていうことなんです。こんにちは。こんにちは。はい。今日は久しぶりの小島さん担当でお願いします。今日は照明のことについてちょっとお話ししたいなと思います。で、小島さんね、こうインテリアのレッスンもサポートしてくださっているので、なんか照明のことについてお話ししているのもご存知だと思うんですけど、照明器具の取り付け方とか、その照明器具に特化して、レッスンでもあまりお話ししたことないので、これよくご質問いただくのでね、今日はちょっとね、照明全般について、お話ししたいなと思います。このお仕事をしてもう20何年になるんですけど、やっぱりこう欧米のその照明とその日本の一般的に使われている照明ですごく大きく違うなって思うんですね。でまず、マンションでもそれから一戸建てでもそうなんですけど、日本ってやっぱりすごいダウンライト使ってあるんですよ。ダウンライトって分かります？天井にこう埋め込みでちっちゃいのがいくつかあって、ダウンライトって、ちょっとこう作り込んだお家にはねよく使われてるんですけど、そのダウンライトって間接照明ということでね、すごくこうお部屋をこうふんわりと明るくするっていう意味ではすごくいいと思うんですけど、私ほとんど見たことないんですよ、欧米で。そのダウンライトって、すごい新しい建物でもしかしたらあるところもあるのかもわかんないですけど、っていうのはね、やっぱり欧米の人たちってこうやっぱりそのお昼間とその夜のね、そのお部屋のシチュエーションも、夜だからもう本当にちょっとこう日本人の感覚からしたらぐっと照明を落として、こう夜を演出するっていう感じの照明なんですね。でダウンライトにすると上からの光なんで、やっぱりこうなんていうんですかね、こう顔がこうなんかちょっと上からの照明ってこうちょっとクマができたりとかするじゃないですか。あんまりなんか印象良くないみたいで、使われてるところほとんどないです。でダウンライト入れられないところは日本ではこうなんかレールにこうスポットライト、ああいうのを組み合わせて使うんですけど、それもあまり見たことないです。でやっぱりこう欧米の照明っていうのは、その先ほど言ったお昼間と夜を全く違うお部屋に見えるぐらいこう演出するっていう意味でね、そのレイヤー照明ってこう、レイヤーとかもイレギュラーっていうような意味ですけど、テーブルスタンド、それからシャンデリア、それからフロアスタンド、そういうふうないろんなこう照明器具を違う照明器具をこう組み合わせて、お部屋にこう、明かりを入れるという。でそれはどうしてそういうふうにするかっていうとね、やっぱりそのお部屋の中に陰影ができるんですよ。やっぱりその照明器具があるところって明るいじゃないですか。でないところは暗いと。でそれはすごい日本人気持ち悪いんですよ。気持ち悪い人が多いです。特に男性。なんかやっぱ明るいのがバーンって明るいのが好きなんですよ、男性ってね。で、そういう意味でも一般的にこう、シーリングライト、天井にこう丸い大きなのがついてて、全体を照らすっていうのが、日本の場合一般的で、それに補助してテーブルスタンドとかブラケットね、壁に取り付けるっていう、そういうのを少しこうインテリアにご興味のある方はプラスして使われるんですけど、基本そのなんていうか欧米の照明っていうのはそういうふうに複数のその違った照明器具を組み合わせて、お部屋を作るっていうことなんですよ。でやっぱりこう照明っていうのはもちろん明かりを灯すんですけど、明るくするためにつけてるわけではない
みたいです。で、そこまで行くのはねすごくこうなんていうかちょっと私にとってもそれはカルチャーショックだったんですけど、難しいかなと思うんですけど、やっぱりそういうふうにお部屋の中に陰影ができるとやっぱりお昼間とは違った夜の素敵な演出ができるのでね、ぜひ取り入れていていただきたいなと思うし、そこまで、こう暗くするのは抵抗あるなと思われたらコントローラーとかつけられたらいいんですよね。やっぱ明るくしたい時はクッとこうスイッチ入れたら明るくなると。で必要のない時は暗くして、テレビだけ見てる時とかってそんな明るくする必要ないじゃないですか、夜くつろいでね。でそういう時は何か手元で何かしたい時は手元に明かりがあるっていうようなで、それを灯して本読むとか新聞読むとかね、そういう場合はその補助でそういうライトをつけていただくっていうのが素敵なのかなっていうふうに思います。照明器具のね高さ、こちらもよくねご相談を受けるんですけれども、これは今165センチまで下げてます。で理想としてはねやっぱこれぐらい下がってる方がいいです。この下にこの家具のある場合やっぱ照明器具っていうのは、どういうシチュエーションであってもやっぱり低めの方が可愛いです。それで、165っていうと器具の大きさが50センチぐらいあるので、2メーター3、40センチの天井の高さだったら、ちょうどいい鎖が少しあってで照明器具があるっていうような形になると思います。で、ここに座って見た時にこうちょっと見上げて見える。でそしたら少し離れて見た時も床があってテーブルがあってそれで照明器具があるっていうその立体的なね三角形の形が出来上がるのでお部屋自体がすごく立体的になるかなと思います。ソファースペースの照明器具、これもねこちらは店舗なので少し高いめにしてるんですけど、下にソファーテーブルのある場合は先ほどだいたいダイニングとリビングが同じスペースにあることが多いので、ダイニングテーブルの上につけたシャンデリアと同じ高さにならないようにしてください。やっぱりでも高いめがいいわっていうふうに思われたらダイニングテーブルにつけたシャンデリアの高さより下の高さですね、それがちょっと上になるようにでぐっとこう下に下ろしてこうフレンチっぽくしたいわと思われたら165よりぐっと下に下ろしてもらったらいいです。それでその高さのこのソファーテーブルの上の照明器具の基準っていうのは大きいものほど上につけてください。その方が大きさの圧迫感感じないからあんまりそういう照明器具の圧迫感感じたくないわっていうふうに思われたら上目がいいです。ただ、ちっちゃいのはなるべく下に下げてもらいたいんです。それはねもうお部屋の大きさとかそれから天井の高さとかで置かれている家具の大きさとかでも随分ね左右されるので、もうそうセオリーとしてはないです。ただ迷われたらちょっとじゃあ上目にしといたらいいかなっていう感じでこう考察していただいて一決めされたらいいんじゃないかなっていうふうに思います。下に降りてきて、店内のねこのシャンデリアつけてる位置見ていただきたいんですけど、これはね、高さ185センチのところについてます、床から。でこれどうしてこんなに高くつけてるかって言ったらここにこういうテーブルがなかったので人がこう歩く時にやっぱり180センチぐらいはないと頭当たっちゃうのでそれでこうつけてるんですけど、だいたい普通一般的にシャンデリア取り付けましたっていうとこれぐらいで取り付けられてる方多いんですよ。でやっぱりね上で見ていただいたように足のランプのようにこれぐらいまで下げてもらったらもう可愛らしさが倍増するかなっていうふうに思います。はい、であと後ろに見えてるこのペンダントライト、これね一つ一つがちっちゃいからなんか使い方難しいねっていうふうに思われる方多いと思うんですけど、これはねやっぱりこういうふうに並べてカウンターキッチンの上とかそれからダイニングでもこう長方形の横長のダイニングテーブルの上に等間隔に並べて
使っていただくっていう感じが可愛いんですけど、一つねこれ今まで一度もしてもらったことないんですけど、でここで小島さんの画像処理がめちゃめちゃ上手だと思うんで、こうね3つぐらいをこうなんていうんですかね、高さ違いで7、80センチぐらいの直径に収まるぐらいに固めて、こういう上で使ってもめっちゃ可愛いと思います。でこのペンダントライトは1個ずつが個別になっているので、その光が先ほど言ったみたいに分散されるっていう意味もあるし、それとやっぱり一つのこう商品としてこうシャンデリアがありますっていうのと違って、こうその方のすごくどれを選ばれるかでどれを組み合わせるかによって、その方の個性もね出て、そうですね、洗練さがぐっと一段とアップするかなと思うので、ペンダントライトねを使っていただくのもすごくいいなと思います。ペンダントライトは1灯で使うのは寂しい感じですか？その場合はね、ちょっとお部屋のコーナーとかにこうスッと下ろしてもいいと思います。なんか真ん中にこうあまりこう直径がね、これちょっとすごい大きめなんですけど、だいたい20センチぐらいのものなんですね。でその場合はもう本当にやっぱりコーナーとかこの大きさに見合ったような場所に置くと、だからお部屋の中心になるようなこういうダイニングテーブルの上とか、それからソファーの上とかは、ソファーの前とかはちょっと違うかなっていうふうに思います。はい、フロインドリーブさんで、一つこのちっちゃいペンダントライトをラウンドしたこう窓際のコーナーに置いていただいて、でそれもそこのスペースにしては少しこうちっちゃめだったんですけど、アステのね素材感と何ですか存在感ですごい可愛い、空間になりましたので、それもね見ていただいたらなと思います。こちらはベッドのコーナーっていうか寝室イメージして作ってるところなんですけど、こういう割とちっちゃいスペースでも照明器具と鏡は大きめ選んでもらいたいです。特にこれはマーケットセットっていうところの羽みたいになってるね、軽いエアリーな感じなんで特になんですけど、こう大きめをしっかり選んでも圧迫感というのが出にくいので、なのでご自身がこれぐらいの大きさかなっていうふうに思われてるのに、一つワンランク大きいのを選んでいただいたらお部屋素敵になるかなと思います。ベッドルームはベッドの足元に割と低めに下げてもらったら可愛いかなと思うんです。それでこれもこちらもねシャンデリアとかじゃなくってこうエアリーな感じのねシェードタイプなんで、思われてるよりはぐっと大きめを6畳ぐらいの部屋でもこれぐらいつけてもらいたいです。その方が可愛いですし、全体的な立体感も出やすいと思いますので。今までねルームツアーでたくさんベッドルームも撮らせていただいてるんですけど、大体そんな感じでご提案してます。でもし賃貸とかでね、その場所が変えられないってなったらこう少し上目にしていただくのしかないかなとは思うんですけど、コンセントの場所っていうのは照明器具をつける場所っていうのは、もう全然変えれるんですよ。でここに今こうついてますよね、これもともとなかった場所につけてあるんですよ。でこれはねどうしてつけてるかって言ったら、多分どっかね光源がどこかこの辺りの光源から引っ張ってきてこの子につけてくださいっていう風にしてるんですね。なんでこの天井裏をコードが通っていて、でこの場所に電線を持ってきて、で天井に開く穴っていうのは直径2センチぐらいの穴が開きます。でそこからコードを出して、でこれは引っ掛けシーリングにしてるので、こういうね引っ掛けシーリング用のコンセントを作ってもらってるんですね。これもちろんこれ電気工事が必要になるんですけど、直付けって言って直接この場所にって言っ
でつけることもできます。だからだいたいお部屋のこうなんか2箇所にねこういう電気のコンセントってついてるんですけど、場所は全然ずらせますので、それとあとブラケットとかもね、壁にそんな配線とかないじゃないですか、でも長さが3メーター以内ぐらいにコンセントがあったら取り付けれるそうです。制約はいろいろあるんですけど、だいたい今までいろんなお宅のご相談乗ってきたんですけど、つかなかったことはないです。安心してください。和室で使いたいなと思った場合は、高さどれくらいのとかあるんですか？和室ってね一般の住宅でもマンションでもそうなんですけど、天井ってね20センチぐらい下げてあること多いんですよ。だから天井低いので必然的に上につけてもらったら、なるべく上目につけてもらうのがいいかなっていうふうに思います。今日はね照明器具の取り付け方とか、それから大きさとかね高さとかいろいろお話ししたんですけど、それもねやっぱりねセオリーでこれさえ守っておけば良くなるっていうのないんですよ、法則的なものは。なんですが、今日はちょっと本当に基本的なことをお話ししましたので、そういうことをこう頭の中に入れておいていただいて、こうやってご自身のお家にはどうしたらいいかっていうふうに考えていただいたら、一歩近づくかなと思います。でなんかここはつかないやっていうふうに諦められてた方も全然そんなことないです。はい、日本でなんでここは先進国なんでつきますよ。安心してまたねご相談いただいたら、やっぱり取り付けに少し費用がかかるのでね、だいたいシャンデリア直付けしようと思ったら全国平均、昨年ぐらいまで1万円台だったんですけど、やっぱりちょっと2万円前後になるかなと思うんです。それの費用がかかるので、二の足踏まれる方多いと思うんですけど、そこに数年以上住む予定があったら私は価値があるんじゃないかなっていうふうに思いますのでね、お部屋可愛くしたいなと思われている方はまたね LINE からご相談いただいたらいいと思いますし、あとねインテリアレッスンしてるんですけれど、インテリアレッスンでは先ほど言ったみたいにその照明器具のことについて特化して喋ってるその会はないんですよ。ただそのインテリアのデコレーションっていうののがどんなものかっていうのを大枠で分かっていただいたら自然と入ってくることなんですね。なのでもしよかったらねご興味あったらレッスン受けていただいて、ご自身のねセンスをしっかり生かしていただけたらいいかなっていうふうに思います。ありがとうございました。ありがとうございました。よかったらチャンネル登録といいねお願いします。コメントもお待ちしてます。